RJC チャンネルご視聴いただきありがとうございます。日本語と英語字幕をつけました。字幕とともにご覧ください。チャンネルはそのままで。 Welcome to Natural Farm Terror RJC channel. This video has subtitles in English and Japanese. Please enjoy watching with subtitles if you want. Stay tuned. Thank you. 今日は Zoom を使って初めてのリモートお茶会レッスンです。2日前にあらかじめこの和菓子が先生から送られてきました。好きなお皿に並べて準備して待っててくださいということなので、今から私の好きなお皿にこのお菓子を好きなように並べてみようと思います。楽しみです。お菓子並べてみました。これがいいかどうかわからないけど、コンペイトを入れるものだと聞いたので、コンペイトがお菓子の中に入ってたので使ってみました。こちらよろしくお願いします。改めましてお願いします。一応8回シリーズと思ってます。第1回が第1クルーがテーマが旦那様へのミニお茶会。お茶のを習っている方の、最終目標ってそのお茶事っていうのが最終目標ですね。お茶会とかやってるじゃないですか、いろんなところで。それはお茶事の中の一つを切り取っただけなんですね。はい、いつかこれを一緒にいいですね。楽しそう。畑で採れたお野菜も使えるし、それがどんなものかっていうのを簡単にまとめた動画がありましたので、ここで3分間のビデオを見ました。ビデオの中ではお茶事について説明してありました。一期一会、これが生涯一度きりの出会いである。和敬静寂、茶室の中では身分や地位による隔たりはなく、亭主と客、そして客同士すべての人が同格であるというお茶事の時の心得、そしてここに書いてあるようなお茶事の手順について美しい映像とともに説明がされていました。ではここからは先生の解説をお聞きください。初めて知る。本当ですか。これがね、最終的な目標です。すごい素敵ですね。フルコースなんです。今の夏だったら最初に懐石料理をいただくんですね。炭手前っていうのがなくてってことか。炭手前ね、後でするんですよ。これはやっぱり寒いから早めに温まってお客様にも温まっていただくために先に炭手前するんですけど、夏は先に懐石をいただいて、本当に懐石もね、本当にフルコースなんですよ。焼き物とか和え物とか、もう最後お漬物とかまで出て、本当にフルコースで、それが何よりごちそうですね。でもちろん間でその日本酒をいただきながらっていう感じで、素敵。でそれがやっぱりね、結構楽しみですね。懐石が終わったら お菓子をいただくんです。メインのお菓子、でそこから炭手前をしてだったかな。で中立ちって休憩をして、その間に亭主はさっきの懐石をいただいた部屋を衣替えして、またお茶をいただくようなしつらえをして、でお客様をお迎えするんですけど、さっきドラを鳴らしてたじゃないですか。こういうね、ドラをドーンってこう鳴らしてたんですけど、あれはお席の準備ができましたのでどうぞお入りくださいっていう印なんですよ。だからね、言えばできたよカモンとかってなるほど。お茶って、本当に五感で楽しむものなんですけど、結構ね、音っていうのでも楽しめる、そういう風に。なるほど。
お湯を注ぐ音とかも私すごく好きだけど、お釜の中のお湯が煮える音とかで、なんでそのお席ができましたよっていうのをそのドラで鳴らすって教えるっていうのも私すごく不流だなって思うんですけど。いいですね。でそうなんです。でまた席入りをして、でお茶には2つ大きく分けて2つ種類があって、1つが濃い茶、1つが薄茶。多分私たちがよく普段飲むのは薄茶っていうその泡立てていただくお茶が薄茶っていうんですけど、濃い茶っていうのはすごいドロッとしてだから本当にお茶の量が薄茶よりの倍ぐらい使って、でもお湯の量は薄茶より少し少ないだから寝るって感じなんですよ。寝てドロッてしたお濃茶を今ちょっとコロナだからできないんだけど、こう1碗もお客様例えば3人だったら3人で回し飲みするっていうのなんですね。一番の、メインは本当はその濃茶なんですよ。濃茶を美味しくいただくために、最初のその懐石から炭手前からお菓子が全部整えられて、そのお濃茶をいただくためのお茶事っていう感じなんですね。茶事の一番のハイライトみたいな感じですね。準備は大変なんだけど、楽しい。このお軸すごく好きで、綺麗。夏の花火。見ての通りなんですけど、そうですそうです。今年は特にね花火がほとんど見れなかったので、ちょっとこのお軸だけでも楽しんでいただけたらなと思ってこのお軸にしました。素晴らしい。よかった、花火が見れて。のにあるようにっていうのがお茶のお花の入れ方なので、なんか本当に豪華なお花っていうよりも本当にこうそそとした草花のようなお花を入れた方がなるほどいいと思います。だから本当に自然にそこに咲いているような、そういうお花がいいと思います。はい、ふくさです。これふくさです。で、ね、これ小ふくさ。これはお着物とか着るときは、さっきのふくさとこの小ふくさとあと返しね、返し、返しある。返しこれ？その中に入ってる。入ってるものね。白い。はい。白いの、はい、あります。この中にあると思う。小ふくさ。この3点セットをこう着物のこう手元にこう入れる感じなんですね。まあ素敵。ふくさはもう本当にお手前するときに使ったりとか、あとそのお茶会の時は亭主の人はふくさはこういうふうにしてここ帯のところにこうやっていろいろねお手前の中でお道具を清めるのに使うものになります。この時に物や場合によってこの上に自分の前にこれを置いて、でその上にお道具を置いてこう拝見するとか、お茶会とかでなんかお茶会って行ったことある？なんつう野立てみたいなのしか行ったことないです。野立てとかあとなんか観光地みたいなので簡単にお茶だけいただくようなのぐらいだけです。なんかねお茶会行ったらそのお手前やってる人が立てたお茶って飲める人っても1人か2人なんですよ。例えばそこに30人ぐらいお客様出すのは間に合わないじゃないですか。だから裏でこう茶立てて、それを運んでくださるんですけど、茶碗もこういうふうにこう乗っけてこう運ぶ。お茶碗を乗っけて
こうやって乗っけてですよね。そう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 。こうやって運ぶ。これでお運びさんって言うんですけど、はい、お運びさんがお客様のところにお茶をお運びするような時にも使います。そうなんや。好きな人はね、結構自分で作るんですよ。へえ。着物生地で作るんですか？基本的にはそうだけど、別に何でもいいんですよ。へえ。で、貸し切り。そうです。濃茶ってドロッとして練っていただくお濃茶、その時それをいただく時に必要な道具なんですけど、2枚ぐらい濡らして汚れたものもまたしまうんでしょこれに。だけど、ね、ちゃんとね、汚れたのを入れるポケットが多分あるはず。そうなの。ない。ない。1枚でもいいんですよ。1枚でも。一応念のため余分に1枚ぐらいなイメージだから。なるほど。こうやってっていうのが、はい、紙じゃで、自分のこの真ん前に置いて、これ結界っていうんですけど、結ぶ世界の会だからこう向こうにいらっしゃる方にこう敬いの気持ちを持って、敬いの気持ち。お稽古始まる時と終わる時は、こういうとこお扇子をこう置いてよろしくお願いしますっていう時に必ず扇子は使う。竹の面を机につけるように。竹の面を机につける。こういうまんまだから扇子の部分がこう見えてる感じ、こう開く方の方が左、帯のね中にこうなんか立てて入れる感じ、突っ込む感じ、帯に。洋服の場合はこれすき家袋っていうんですけど、お洋服の時にはこれに全部入れて持っていけば大丈夫なので、一式。このすき家袋の中にお扇子と、から小ぶくさと、普通のふくさと、この貸し切りと紙小茶巾、茶巾袋、紙小茶巾、これに濡らして、であとはこれだっけ、これは返し、これを入れていく。返しってとっても便利で、本当ね、なんかお菓子をいただくものだけど、これね普通に日常的にバッグの中入れてたら何かと便利で、なんかこう包んだりもできるし、メモ用紙にもできるし、なるほど。ちょっとかっこよくないですか？かっこいいあるよみたいな。お祝いとかお金を包む時に、今頃結構のし袋の中のお金を包む袋も結構セットになってること多いと思うんですけど、もしそれがなかったらこれでお金を包んで、それでのし袋の中に入れると、返しはとても便利なもの。なるほど。畳に座ってる時もそうだし、立ったままするお辞儀も同じように芯を沿ってあります。芯が手を太ももに置いて、膝小僧の上ぐらいまでこの手が降りていく感じ、ハの字、そんな感じで、そのまま下ろしていく。でその時にきれい頭だけピコって折れないように、こう背中と頭がきれい平行になるように、それがきれいなお辞儀です。カウント的には123456784までで下げお辞儀して、5678で戻す感じ。123456788。オッケー。きれい、すごくきれい。ありがとうございます。次、膝小僧と太ももの付け根の間ぐらい。それまでもだいたいカウントとしては同じ。123456788。なるほど。で、層はもう本当に会釈程度。
楽茶碗って本当にこう土を削って作るタイプのお茶碗なんですね。お濃茶に使うことも多いですけど、今回ちょっと私もなんかこれ正式じゃないので、今回東お菓子でも主に2種類あって、一つがそのおも菓子って呼ばれる主人の主が本当さっきのお茶事で言うと、そのメインのお濃茶をいただく前にいただくような練り切りのお菓子です。でそれに対して東がその薄茶の時にいただく前にいただくのが東です。で東って2種類で出すことが多くって、ちょっと今回これ正式じゃないんだけど、こう2種類をこういうふうにこう斜めに置いてお出しする。4人のお客様だったら5個、5人だったら5人だったら7個とか。やっぱりね、偶数はね置かないみたい。奇数なんだって。なんか割り切れないようにみたいなことなんですかね。なんかこのご縁がっていうようなことを。そう、で特にね薄茶は本当は別に1杯2杯っていうのを1服2服っていうんですけど、お茶の場合は洋服の服ね、何服飲んでもいいんですよ、お茶席で薄茶の場合は。必ずお茶立ててる亭主はお客さんに「もう1服いかがでございますか?」って聞くんですね。そしたら割と辞退することが多いんだけど、でもこう親しい間柄だったら全然よくって、だからその時のためにもちょっと余分にお菓子を持っておくっていうことをするっていう意味もある。でまたちょっと次回ちゃんとお菓子のいただき方、お茶のいただき方はちゃんとするんですけど、一応なんとなく言っておくと、お菓子が前に持ってこられます。次の隣の方がいらっしゃったら、隣の方にお先にってこのいただいたお皿ごとこう頂戴しますっていう感じで少しこういただく感じ、ばらけるようにして、それからまずは数字の1を描くようにこう上下にバーってやって、でだいぶ泡立ってきたら、M とか W とか描くように M とか W とかいいのも大体で、泡の上の方を少しなぞる感じで、ちょっとちっちゃな泡を消すような感じにして、できたら最後ひらがなの「の」の字を書いてあげる。面白い。できました。見せれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。日本文化を紹介する YouTube チャンネルナチュラルファームテロワール JC ナチュラルファームテロワールチャンネルとともに登録お願いします。また見てね。